皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。いつも動画を見てくださって本当にありがとうございます。今日はいつもと少し違う感じで動画を作っています。いつもは実はこういう台本があって、その台本に書いてある言葉を一字一句間違えないように読み上げているんですね。でも今日の動画はもう少し自然な感じでフリートークに近い感じでお話ししています。で、聞く日本語これからどうしようかなって考えた時に、やっぱり私が作っている動画ってちょっと真面目かなと思ったんです。で、真面目な、もちろん文法とか会話とか単語の勉強ってとっても大事なんですけれども、でもそれだけじゃやっぱりちょっとつまんないですよね。なのでこれからはこんな感じでフリートーク、もう全くフリー、私が普通に日本語で友達に話しかけるような感じの動画もアップしていきたいなと思ってます。どうかなで、今日はそのフリートークの記念すべき1回目ということで、どういうテーマでお話ししようかなと考えたんですけれども、決めました。テーマは、なぜ日本語を勉強するのか。皆さん、なぜ日本語を勉強してますか？多分これは10人いたら10人全然違う答えが返ってくると思います。で、それが当然だと思ってます。例えば皆さんの中には日本を旅行して、そこで日本の文化に触れて、日本語に興味を持って日本語を勉強し始めた人もいると思うし、あとはサブカルチャー的な漫画とかアニメとかにハマって、日本語で読めたらかっこいいなと思って日本語を始めた人もいると思います。で、どんな理由があってもいいと思うんですけれども、私は最終的に外国語を勉強するゴールは2つだけあると思ってます。で、それは何かというと、1つ目が自分の世界が広がるっていうゴールです。そして2つ目が自分のことがもっと好きになるっていうゴールです。今日はなんで私がそう思うかについて、私の体験談も交えながらお話ししていこうと思っています。ぜひ最後まで見てください。私の話になってしまって少し恐縮なんですけれども、私も皆さんと同じように外国語を勉強しています。私は英語とドイツ語とフランス語を勉強してます。で、英語が一番長いんですけれども、今日はちょっとドイツ語の話をしたいなと思ってます。まず、私がドイツ語を始めたのは大学1年生の時、だから18歳の時でした。で、なんでドイツ語を始めたかっていうと、私もともとピアノをずっとやってたんですね。で、ピアノを弾くときに楽譜があります。で、その楽譜をわざわざドイツで出版されたこういう楽譜を使ってたんですね。で、これはすごい高いんですけれども、私のピアノの先生がこの楽譜にしなさいみたいなことを言ったので買ったんです。で、この楽譜を開いてみると、中にこんな風にドイツ語が書いてあったんですね。で、私それを見て、ドイツ語だと思って、で、単純に読みたいと思ったんですね。この中に何が書いてあるか。それが私のドイツ語との出会いでした。そしてそれは本当にもうめちゃめちゃちっちゃい本当に理由だったんですけれども、このドイツ語との出会いが
私の人生を180度変えることになりました。私はそのドイツ語を勉強してドイツに1年間留学をしたんですね。でそこで経験したことがもう新しいことが本当にたくさんあって、で例えばコミュニケーションの取り方も全然日本人と違いますね。日本人は結構思っていることをこうストレートに言えない人が多いんですね。でもドイツは言い方はいろいろあるんですけれども、でも思っていることを伝えないと後ですごく問題になることが多いです。なので自分の意見を言うことっていうのの大切さを勉強しました。それからもちろん街の様子も違いますし、食べ物も全然違いますし、でこの新しいことがたくさんあって、もう留学時代はとっても楽しかったんですね。でそこからでも日本に一旦帰って日本の会社で働き始めました。ただもうドイツのことがどうしても忘れられなかったんですね。私はそこで働いていた会社を辞めてドイツに来ることにしたんです。そしてちょっと今まで皆さんには言ってなかったんですけれども、私は実はドイツに住んでるんですね。これ全然秘密じゃなかったんですけど、ちょっと言うタイミングを逃してしまってびっくりしてしまった人がいたらごめんなさい。でも私は実はドイツに今でも住んでて、実は今日ドイツに来て7年目になります。はい、でなんでドイツに住んでるかというと、単純にドイツでの生活が私にとってとても心地いいものだからです。ずっと住むかどうかはわからないんですけれども、私はここで本当にゆったりとした働き方を経験したり、あとは毎日やっぱりいろいろ新しいことがあるんですね。でどんな小さなことでもいいんです。例えば市役所に行って何か書類を提出する時も私にとっては大きなアドベンチャーだし、でその日々の中の発見が自分の世界をだんだんこう広げてくれるんですね。で私はその世界が広がっていく感じがとっても好きなんです。でもちろんドイツ語がわかるとドイツ語でしか読めない資料が読めたりとか本が読めたりとかもして、情報の量もたくさん入ってきますよね。なので自分が置かれている人生の中でたくさんの情報を吸収して、そしてたくさんの新しい経験を積んでもっと自分が成長できると思ってます。皆さんも日本語の勉強を始めたきっかけとか今考えているなんで日本語を勉強しているかの理由は本当に小さなものかもしれないんですけれども、その小さなものがもっと大きな結果になるよっていうことが私が今日お伝えしたいことです。でもしそういうふうに思ってると、例えば途中で勉強が嫌になったり諦めてしまいそうになったりした時に、もう少しこう先を見て、でももし日本語が話せたらもしかしたら自分の人生にとってとっても大きなプラスがあるかもしれないっていう希望が出てきますよね。でその希望を皆さんも持って勉強したらいいんじゃないかなと思います。で2つ目のゴールなんですけれども、これは自分のことがもっと好きになるっていうゴールです。でこれはなんでそういうふうに言えるかというと、言語っていうのは本当に小さな達成感の積み重ねだと思ってます。例えば皆さんが日本語を勉強し始めた時のことを思い出してほしいんですけれども、皆さん多分ひらがなを一番最初に勉強しましたよね。でひらがなをこう1週間例えば勉強して読めるようになるとするじゃないですか。でひらがなが読めると日本語の発音が全部できるんですよ。だから、漢字とか書かれてたらちょっと難しいかもしれないけれども、でも読み仮名さえついていれば日本語で書かれた文章を全て声に出して読むことができます。これって
すごいことじゃないですか。でそんな風にひらがなが読めたら次はカタカナで、カタカナができるようになったら次は漢字っていう風にステップアップしてきますよね。で語学を勉強するときに小さなステップがあります。でそれを一歩一歩クリアしていくといいことがあります。それは達成感が得られるということです。達成感が得られるとそれは自分の自信になるんですね。あ、やった、できたっていう自信ね。でその自信がだんだん積み重なっていくとどうなるかというと、自分を褒めたくなる。よく頑張ってるって。でそうしたらどうなるかっていうと、自分のことがもっともっと好きになってきます。これって意外に気づいてないことだと思うんですね。みんな結構マイナスに考えがちなところもあると思う。なんか日本人と話したけど全然伝わらなくてショックだったとか、こんな下手くそな発音で話したくないとかね。気持ちすごいわかります。私も3つ勉強してるからいつもそれとの格闘なんですけれども、でも一回そう立ち止まって考えてほしいんですね。自分が今まで日本語を勉強してきて、で自分がどういうステップアップをしてきたかっていうのを思い出してほしいんです。そしたら意外にできるようになったことの方が多いと思うんですね。でそこはぜひぜひ皆さん自分のことを評価してあげてほしいんですね。ということで今日はなぜ日本語を勉強するのかというテーマでお話ししました。こんな風に自然な日本語を聞くのもなかなかいいでしょ。なのでこれからもこういう風な動画を上げていこうかなと思っています。それと最後にいつもコメントくださる人たちどうもありがとうございます。すっごく嬉しいです。皆さんからのコメントが私のこの動画を作っている原動力、パワーになってます。なので日本語でコメントするの恥ずかしいって思う人もいると思うんですけれども、そこはちょっと勇気を出して書いてみてください。間違えて当然だと思うし、間違えても全然恥ずかしくないし、むしろこのコメントすることによって皆さんがアウトプットしてもっと日本語が上手になるお手伝いになればいいなと思ってます。ぜひもっとプロアクティブに、もっとインタラクティブにこのチャンネルを盛り上げていこうと思いますので、これからもよろしくお願いします。それではバイバイ。